かっこよくて面白くて、偉そうな態度を取らない優しい人。どれだけお金を稼いでも庶民的で、いつも自然体な人。これらは全部ジンの特徴です。アーミーたちは、そんなジンが大好き。今回は、愛すべき BTS の長男、ジンの魅力についてまとめました。ぜひご覧ください。流行を追わず、物を長く使用するジン。ジンは、一度手にしたものを大切に長く愛用する人として知られています。中でも有名なのは、ピンクのイヤモニでしょう。BTS へのプレゼントが許されていた頃、日本のアーミーたちが2017年のジンの誕生日に最後のプレゼントとして贈ったものです。ジンの手元に届いた2018年から2022年現在まで、ジンはこのピンクのイヤモニを主に使い続けています。最近ですと、プサンコンサートやコールドプレイのライブでもつけていました。2017年の誕生日プレゼント企画に携わっていなくても、つけているのを見るたびに、日本のアーミーとして嬉しくなりますね。こんな風に何年も同じものを大切に使用するジンは、洋服だって流行り廃り関係なく、自分の好きなものを長く愛用し続けます。2022年10月31日、コールドプレイのワールドツアー、ミュージック・オブ・ザ・スフィアスに参加したジンが、インチョン国際空港を通じて帰国。この時に着用していたオフホワイトのチェックシャツが、ネット上で大きな話題になりました。過去に、ジンがこのシャツを何度も着ていたことをアーミーたちは覚えていたのです。SNS には、このチェックシャツ久しぶりに見た。前にも着てたやつだね。物を大切にする。ジンくん本当に押せるなどといったコメントがたくさん書き込まれていました。また、このシャツは2019年6月11日に配信された RUN BTS 2019 EP75 ダルバンドラマ3でシュガが着ていた服でもあります。新編を筆頭にアーミーたちはジンとシュガがお揃いの服を着用していたことに大喜び。それぞれが着ているシャツをよく見ると襟のチェック柄の入り方が微妙に違うので、1枚のシャツを貸し借りしているわけではないようです。もしかすると、シュガはただの衣装なのかもしれませんが、シンがお揃いの服を着ているというだけでニヤニヤしちゃいます。ちなみに、ジンがこのシャツを着ていたのは帰国時だけではありません。ライブのリハーサル中もチェックシャツを着用していました。オーバーサイズなので動きやすいのでしょうね。ところで、ジンはいつからこのチェックシャツを着ていたのでしょうか。今から遡ること約4年。2018年12月21日、BTS は東京で行われるイベントに出席するため、金浦空港を通じて日本へ出国しました。ジンの着ている服を見てみると、前述したシャツと同じものを着ています。ついで、2019年4月26日、韓国の音楽番組ミュージックバンクのリハーサルに向かう時も、ジンは同じシャツを着用していました。コールドプレイのワールドツアーの参加を終えて帰国した時の空港ファッション同様、この時の着こなしも、チェックシャツのダボっとしたサイズ感が目立っています。萌え、袖にキュンとしますね。それから、2021年9月に発売された BTS マップオブザソウル1にもチェックシャツを着ているジンの姿が収められていました。こうやって何年も着るくらい、このシャツはジンのお気に入りのようです。プライベートでの着用を合わせると、きっともっとたくさん着ているのでしょうね。数年前から着ている服を大切にずっと着続けるジンが素敵すぎます。インスタ映えも気にしないジン。整形外科医も認めるほどの美貌の持ち主なのに、ジンは自分の写真写りを全く気にしません。自分の顔の写りを気にしないくらいなので、インスタ映えも興味がないようです。
でも、アーミーたちは、そんなジンの写真を適当すぎて好きと言います。私もありのままを見せてくれるジンが大好きです。そもそも、存在自体が映えているので、ただ普通に映るだけでかっこいいんですよね。無頓着なところと顔面偏差値の高さのギャップにやられます。それでは、ここで、ジンがこれまでインスタにアップしてきた写真をいくつか振り返ってみましょう。言わずもがな、かわいい写真やかっこいい写真もたくさん投稿されていますが、今回は映えていない写真に注目。2021年12月6日に投稿された記念すべき1枚目は、韓国のサバイバルドラマイカゲームに登場する4匹人形の髪型を真似た写真でした。この姿は、ジンが BTS パーミッショントゥダンスオンステージの LA 公演で、アーミーを喜ばせるために披露した可愛いコスプレです。初投稿の写真に4匹人形になりきっている写真をチョイスするところがジンらしくて最高ですよね。同年12月8日に投稿されたのは、わかめスープの写真でした。美味しそうではあるものの、映えているとは言い難い写真です。けれど、こういう飾らないところが素敵なんですよね。アーミーたちは、スープの器にくっついているハート型になった2つのご飯粒にも視線を注ぎます。SNS には、奇跡のハート型、ジンくんの指ハートにしか見えない。幸せ、超かわいい。キュートが止まらないなどのコメントが、あえて自分でハート型にしてくっつけたのか、偶然にも奇跡的にそうなったのか、もしくはご飯粒に全く気づいていないのか、それとも分かった上で何も気にせず写真を撮ったのか、どの理由だとしても可愛くてキュンキュンしますね。2022年2月4日に投稿された写真には、ロブスターを電話のように持ち、ボサボサの髪型のままでポーズをとっているジンの姿が収められていました。髪の毛のセットもメイクもしていない、このオフ感がたまりません。可愛すぎて胸がギュッとなります。何も気にせず、インスタに好きな写真をどんどん投稿していくジンのスタイルは一向に変わりません。2022年6月11日、ミューバン階段ショットというコメントとともに、階段の手すりと壁の隙間に頭を突っ込んでいるジンの姿がアップされました。アーミーのことを笑わせようとする姿勢に全くブレがなくて本当に尊敬します。同年9月2日、ジンはインスタに2枚の写真を投稿しました。1枚目は J−HOPE とのツーショット写真、そして2枚目はブレブレにブレたジンのソロ写真です。もっと良い写りの写真がありそうなのに、気にすることなくブレた写真を公開してくれるジンがやっぱり好きだなと改めて思います。飾らなくても光っている人、それがキム・ソクジンですね。長男ぶらずに弟を立てるジン。人を立てるということは、相手を自分より上位に置いて尊重することです。ジンは BTS の長男ですが、他のメンバーに偉そうな態度をとったりしません。むしろ、ジンにとって6人は自慢の弟たちなので、ストレートに褒め、言葉をかけることの方が多いです。例えば、2022年4月3日、現地時間に開催された第64回グラミー賞授賞式での一コマ。皆様ご存知の通り、当時、ジンは手を怪我していたため、すべてのパフォーマンスへの参加は叶いませんでした。頑張って習得したダンスが披露できなかったことは、想像を絶する悔しさだったと思います。ところが、ステージを終えた後の控え室で、ジンはそのような素振りを一切見せず、今回のようにステージの前で眺めたのが初めてだったけど、本当に最高だったと話していました。弟たちのパフォーマンスを素直に褒める、ジンのまっすぐで誠実なところが愛おしいです。ジンの話を聞いていたジミンは、ジンヒョンがいなかったから、
これは BTS じゃなくて BT だよ。一つ足りないと返答。ジミンの優しさに心が温かくなりますね。ジンに対しテテも優しい言葉をかけているシーンがありました。テテはジンと一緒にステージ前の掛け声ができなかったことに触れ、もう一度やりましょうとみんなに提案。全員の手を重ね、ジンの合図でバンタン、バンタン、バンバンタンという7人の姿が胸にグッときました。彼らはお互いに思いやりの心を持ち、メンバー同士で尊敬し合っている最高のグループです。こういう場面を見るたび、BTS を好きになってよかったと思います。ジンが弟たちを褒めるシーンをもう一つご紹介。2022年11月7日、パク・ミョンスさんの YouTube チャンネル、ハルミョンスにジンがゲスト出演した時の一コマです。ジンが BTS の最年長という話になり、パク・ミョンスさんから弟たちが優しくしてくれるという質問が、ジンは冗談めかして、いいえ、悪口ばかり言っていましたよ。敬語くらいは使ってくれますと答え、笑いを誘います。情景としてグループの規律をどう正すのかと聞かれると、ジンはそうするにはあいつらが僕よりものすごい能力を持っていてと回答。ジンだってすごい能力を持っている人なのに、あくまでも弟たちを立てて決して偉そうにしません。ジンのこういうところを見るたびに人として尊敬できるなと思います。謙虚さを忘れないジンが本当に大好きです。まとめ。物を大切に長く使うところ、インスタ映えを気にしないところ、リスペクトしている弟たちをどんな時でも褒めるところに焦点を当て、みんながジンに惹かれる理由をお伝えしました。いつも自然体で飾らないジンの姿に胸キュンが止まりません。これからも優しくて頼りになる BTS の長男、ジンを応援し続けたいと思います。